こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。沼さんの作品でタイトルはおちゃらけ先生。この絵は最近の中で一番よく描けた作品です。苦手な髪の毛の塗りも自分では一番納得がいっています。けれど、五条先生のようなキラキラしたオーラのようなものがうまく出せていないように見えます。そのキャラらしさを出すにはどのようにしたらよいでしょうか。また、特に手の部分のひねりをもう少し取り入れたいのですが、どのようなひねりを加えたらよいでしょうか。教えていただけると幸いです。とのことです。はい。まずですね、何よりも、沼さんのコメントの中で、最近では一番よく描けたっていう作品だということで、そこまでね、描き切って添削に送ってくる、やりきる姿勢。そこがね、本当に素晴らしいなと思いました。やりきって自分ではもう修正点が見えないってならないと、添削されてもいまいち内容がね、響きません。適当にね、書いた作品を添削されても、それって別にね、上達には繋がらないんですよね。意外とですね、このハードルが一番高くて、超えにくいハードルだと思いますので、そこをクリアしてきてくれた沼さんのやる気、素晴らしいと思います。素敵です。でね、このイラストのどこを添削していくかなんですが、沼さんは手のひねりを加えてみると、ひょっとしたら良くなるんじゃないかって予想していますよね。それはね、半分正解、半分外れです。いや、ひねりはね、確実に加えた方がいいんですが、じゃあなぜこのイラストにひねりを加えた方がいいのかっていう部分がね、この理由の部分がすっぽり抜け落ちているんですよね。この指摘だと、ひねりは加えます。でもなぜひねりを加えるとこのイラストは良くなるのか。皆さんなんでだと思いますか？そこを解説しながら今回の添削は進めていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、じゃあですね、もう早速核心部分に触れていくんですが、僕がこのイラストを見て一番見栄えを損なっているなっていうふうに思ったポイントをお伝えしちゃいます。それはですね、なんか五条悟っぽくないってことです。なんだろう、五条先生っぽい特徴はあるんですよ。髪の毛もね、五条先生だし、まつげも特徴的な五条先生っぽい明るいまつげだし、目もね、ちゃんとキラキラしている。で、服も設定のままかけています。でも、なんか全体で見ると、なぜか五条悟っぽさが感じられないような気がする。はい。なぜそのように感じるのかっていうと、それがですね、ポーズの原因もあると思うんですよ。五条先生にしては、普通すぎるポーズな気がしてしまう。なので、ピースするにしても、五条先生っぽさを増すようなピースはないかってことで、ちょっとね、自分を使って実験してみましょう。はい。はい。これがね、今のピースなんですが、これだとちょっと普通なので、少し角度を変えてみますと、例えばね、こんな風に手首を返すような感じもありますよね。でもまだちょっとなんか違うような気がします。で、次に試したのは、こういう指がこっちに向かってくるようなピースですね。これがね、僕は割とそれっぽいんじゃないかと感じました。ひねりも加わっていていい感じですよね。で、僕がなんでこれが五条先生っぽさにつながるかなって思ったのかというと、2つ理由があります。1つは、五条先生って誰に対しても結構不遜な態度を取るんですよ。天上天下唯我独尊とかってね、自分で言っちゃうぐらいなので。で、2つ目は、この世の断りから逸脱しているような存在だということです。もうそのぐらいね、この人、激強なので、もうまるでね、この世の断りから逸脱しているような存在に感じられてしまう。そういう人なんですよね。なので、同じピースをするにしても、普通のピースだとその感じがあまり出ないような感じがする。不遜な態度と、この世の断りから抜け出したような感じ。この2つのニュアンスを出した方が、より五条悟っぽい感じがアップするという理由から、体をね、こうひねった方が良くなりそうっていう予想が立つわけなんですよ。なので、まずはこの左手のピースのポーズを見直してみましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。前に突き出すようなピースなので、手をかなり大きめに描いた方が迫力も出ていいと思います。はい、このね、左腕もつなげていきましょう。はい、こんな感じですね。腕の上部のハイライトは少し明るめにしてあげると、腕をぐぐっと前に突き出しているような感じが出ますね。
でね、沼さんはひねった方がいい部分として手だけを挙げていましたが、実はもう一箇所ひねった方がいい部分があります。どこだと思いますか？それは首です。首をひねった方がより不遜な感じが増すからですね。はい、どうなるんでしょうか？やってみましょう。はい、こんな感じです。まだちょっとね、角度をつけただけなので、なんでこうした方がいいのかよくわからないと思いますが、角度に合わせて目も見下すように修正してみるとわかると思います。こうです。はい、向かって右目を修正しました。続いて向かって左目もですね。はい、こんな感じ。徐々にね、効果が見て取れるようになってきたと思います。顔の角度が変わったので、鼻も角度に合わせて直してみます。はい、鼻の穴まで描くと下から見上げているのが分かりやすいですね。さらに口も修正します。口はですね、ちょっと思い切って開けちゃった方が、これもね、人を小馬鹿にしたような食ってかかったような態度が分かりやすくなると思うので、そのように修正してみますね。やってみます。はい、こんな感じです。これ好みによるんですが、ベロをこんな風にね、ベーって出しちゃっても、五条先生っぽい感じがさらに出ると思うんですが、ちょっとね、やりすぎると元の作品から遠ざかりすぎてしまうような感じがするので、今回はこの辺りでバランスをとってみます。あと意外と大事なのが、眉毛ですね。眉毛ってすごく表情を描き表せるツールなので、表情がなんか足りないなって思ったら、眉毛をいじってみてください。はい、どうでしょう。ちょっとね、眉毛を吊り上げつつ、弧を描くような角度を描き直してみました。この方が不遜な態度を強調できる感じがしますね。あとですね、ちょっとこれもったいないと思ったんですが、添削前のイラストを見てみると、髪の毛の影がちゃんと描かれているんですよね。これ見えるかな？この辺です、この辺。ただね、本当にうっすら書いてあるので、よく見えないんですよね。なのでちょっと顔の陰影を強めて、このね、書き込みが見えやすいようにした方がかっこいいんじゃないかと思いました。やってみます。はい、こんな感じ。髪の毛の影が顔に落ちていると、ミステリアスな雰囲気がぐぐっとアップしますので、これもね、五条先生のイメージに合うんじゃないでしょうか。で、顔の影を濃くすることでもう一つメリットがあります。それは、目の輝きをアップするのに役立つってことですね。沼さんは、キラキラ感もアップしたいっていうことを気にされていたんですが、キラキラ感をアップするためには、その周囲を暗くすることがかなり効果的に働くんですよ。その上で、目を明るくしてあげると、キラキラ感が増すんです。やってみますね。はい、こんな感じ。目の周りは暗い。だから目の明るさ、キラキラ感が強調される。キラキラを増したい場合には、周りを暗くしてあげることが非常に効果的なんです。覚えておいてくださいね。さあ、顔の角度を煽りの角度に修正したので、髪のシルエットも少し違和感があります。髪の毛も直していきましょう。
はい、下から見上げているわけですから、髪の毛の上の方はさっきよりも見える面積が減ります。なので、こんな風に小さくすることで自然になりますね。今はですね、シルエットだけ修正して、ちょっと全体的に不自然に見えるようになってしまったので、髪の毛の流れも含めて自然になるように調整していきます。やってみましょう。はい、こんな感じですね。最後に胴体の部分。ここも腕のポーズを修正したので、ちょっとね、不自然になってしまいました。自然になるように調整します。はい、こんな感じですね。キャラクターの部分はこんな感じでいいでしょう。次は背景と全体の演出についてなんですが、背景がですね、今ベタっと一色で紫でベタ塗りされているじゃないですか。これでもね、決して悪いわけじゃないんですが、沼さんがおっしゃっているように、キラキラした感じだったり、あとは僕がさっき言った、この世の断りから逸脱している感じ、みたいなのをね、同時に満たせるチート技があります。それは何かっていうと結構ね、簡単な技です。下の方をね、明るくすればいいんですよ。単純に。はい、やってみますね。はい、このように画面下の部分に白を追加します。で、その上で画面上半分を若干暗くするんです。はい。もうこれだけ。もうこれだけなんですけど、なんか五条先生の特別な存在感みたいなのが、ベタ塗りに比べてアップしたのがお分かりいただけると思います。これね、なんでこんな風に特別に見えるのかっていうと、下からのライティングって自然には起こり得ないことなので、それゆえになんとなく不自然でミステリアスな存在であることが、それだけで表現できてしまうんですよ。はい。下の方に強い光が追加されたので、キャラにも若干その影響を反映してみましょうか。やってみます。はい、こんな感じです。背中に当たる後ろからの光と強い光に照らされた時にキャラクターの前にも回り込んでくるようなレンズエフェクトですね。こちらを追加しました。ただ、これだけだとちょっとね、画面がおとなしいなっていう時にはスパッタリングのようなインクが飛び散ったような効果を足してあげるのも効果的です。はい、こんな感じ。シュパパパパパってね、細かいしぶきのようなものを飛ばすと、これはこれで、呪術で攻撃しているような、そういう攻撃的なニュアンスも少しですが感じさせることができますね。あとはそうですね、この世の断りから外れているような感じを、さらに強調するために、こんな風にしてもいいかもしれません。はい、画面自体にひびを入れてみました。五条先生は並外れて呪力が高い存在なので、空間にも干渉し得るぐらいのパワーがあるということで、こんな風に画面をね、割ることで特別感を表現することができると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？結構ね、印象がダイナミックに変わったと思います。はい、今回の添削はキャラクターのそのキャラっぽさを引き出すためのひねりについてお伝えしてきました。五条先生っぽさは、これは僕が思うにですけど、この世の断りから外れてしまうぐらいの強さ、そしてその強さから来る不遜な態度だと思います。それを表現するために腕や首にひねりを加えて、いわゆる普通のピースポーズではなく、ちょっとね、攻撃的なニュアンスを含んだ独特なピースポーズに変化させてみました。はい、こんな感じでね、ポーズが変化しましたね。
そして背景の演出では、下から光を当てることで、これも特別な存在であることを暗に表現することにつながるよという話をしてきました。画面にね、ひび割れを起こして空間を割ってあげても、並外れたパワーを感じられて効果的かもしれません。はい。それと今回は、呪術廻戦の五条先生を添削してきましたが、数年前、僕が呪術廻戦のことを全然知らなかった時に、ヒントだけでキャラクターを予想した動画、呪術廻戦、プロなら1ミリも知らないキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説もおすすめです。いやもうね、パンダ先輩が謎すぎて、困惑しまくる僕の姿が楽しめると思いますので、おすすめな動画です。興味があればぜひ見てくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。